こんにちは。今日のテーマはズバリ AI とのコミュニケーションです。皆さんが AI の性能を最大限に引き出すための具体的な方法を分析していきます。さあ、一緒に見ていきましょう。ありますよね。メールの件名、ちょっと考えてって頼んだだけなのに、なぜか壮大な SF 小説のプロローグみたいなのが返ってきちゃったり、ちょっとイラッとする瞬間、誰でも一度は経験したことがあるはずです。実はですね、いい結果を出すための鍵っていうのは何も複雑な技術をマスターすることじゃないんです。そう、僕たちの伝え方をほんの少し見直すこと、そこにあるんですね。今日のこの時間でそのコツを解き明かしていきましょう。では早速、多くの人が無意識にやっちゃってる失敗をカウントダウン形式で見ていきましょうか。まずは、すべての土台になる、でも一番見過ごされがちな2つの失敗からです。はい、まずは第5位から。これ、良かれと思ってやったことが逆にAI を混乱させちゃうみたいな本当によくある失敗なんで要注意ですよ。その第5位とは、一貫性の欠如です。AI って実は安定した矛盾のない指示があるときにこそ最高のパフォーマンスを発揮するんですよね。だから指示がブレちゃうと AI もあれって混乱しちゃうんです。じゃあこれ具体的にどういうことかっていうと、例えばですね、作業の途中でやっぱりこうしてみたいに急に方針を変えたり、前に決めたルールをいきなり無視したり、これって AI からすると信頼してた船長が航海のど真ん中でやっぱ目的地あっちって言い出すようなもんなんですよ。そりゃあどこに向かえばいいかわかんなくなっちゃいますよね。じゃあどうすればいいのか。解決策はすごくシンプルです。まず、方針変えますってはっきり宣言する。で、次になぜならとその理由をちゃんと伝える。そして最後に前と何がどう変わったのかを教えてあげる。たったこれだけで AI は瞬時に頭を切り替えてくれるんです。なるほど。一貫性が大事ってことよくわかりましたよね。では次も同じくらい、いやもしかしたらもっと重要かもしれないポイントです。第4位、見ていきましょう。このスライドの言葉、これってまさに AI が言いたくても言えない悲鳴かもしれませんよね。そう、第4位の失敗は曖昧で抽象的な言葉遣いなんです。かっこよくとかいい感じでって言われても、その基準って僕たち人間でさえ人それぞれじゃないですか。物差しがないと AI はどう動いていいかさっぱりわからないんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、とにかく具体例です。ある分析によると、たった一つでいいんです。例文とか参考の画像をポンと見せるだけで AI の理解度ってなんと10倍にも跳ね上がるそうですよ。すごいですよね。曖昧な言葉じゃなくて具体的な物差しを渡してあげる。この意識がめちゃくちゃ大事です。さて、ここからはさらにもっと深刻な失敗です。これらはせっかくの優秀な AI をただ混乱しただけのツールになり下がらせてしまう、いわば協力関係のキラーとも呼べるものですね。さあ、第3位。これはですね、気づかないうちにプロジェクト全体をもう全然違う方向に持っていっちゃう、かなり危険な失敗です。はい、それがコンテクスト、つまり文脈の欠如です。AI に背景情報を全く与えずに作業を頼むなんて、もう大失敗のもとです。何のためにやるのか、どんな状況で使われるのか、その全体像が見えてないと、AI はもう的外れな答えしか出せなくなっちゃうんです。まさにこれ、地図なしで旅に出るようなものだっていうこの例え、本当にうまいですよね。地図もコンパスもないのに、目的地だけ言われても、どっち行けばいいのってなりますよね。AI も全く同じ状況に陥っちゃうわけです。例えばですよ、ただ単にビジネスについて書いてって頼んだとします。すると AI の頭の中はもう右側みたいにクエスチョンマークでいっぱいになっちゃうんです。どんなビジネス？誰向けなの？目的は？こういう前提を伝えるだけで AI はちゃんと最適なルートを見つけて出してくれるんですよね。さあ、カウントダウンもいよいよ狂気に入ってきました。第2位は、多分多くの人が生産性を上げようって良かれと思ってやってしまいがちなあの行動です。来ました。第2位は情報型。
つまり一度にたくさんのことを要求しすぎちゃうことですね。これもやって、それもやって、あとあれも、なんて頼まれたら AI の処理能力パンクしちゃいますよ。どれから手をつけていいかわからなくなって、結局全部のクオリティが下がっちゃうんです。この対処法もまたすごくシンプルなんですよ。タスクは一つずつ、そして優先順位をはっきり伝える。で、一つ終わったら、はい次、と渡していく。この一歩一歩進むアプローチこそが AI の性能を最大限に引き出す鍵になるんです。そして、ついに第1位の発表です。これはもう単なる行動とかテクニックじゃありません。AI とどう関わっていくか、そのものに関する根本的な考え方の間違いです。これまで4つの失敗を見てきました。一貫性、具体性、文脈、そしてタスクの量。でも、これらすべてを台無しにしてしまう最大の失敗があるんです。AR 第1位はこれです。そうなんです。最大の失敗は目的を言わないこと、そして AI に丸投げすること。これってつまり AI をこっちの意図を全部指してくれるなんか魔法の箱かエスパーか何かだと勘違いしちゃってる証拠なんですよね。でも AI は思考の代行者じゃありません。この言葉が今回の話で最も大事なポイントかもしれませんね。AI は答えを見つけるためのパートナーであり、あなた自身の思考の代用品ではない。そうなんです。AI は私たちが考えるのをやめるための道具じゃない。むしろ私たちがもっと深く、もっとクリエイティブに考えるのを手伝ってくれる最高の相棒なんです。さて、ここまでいろいろな失敗例を見てきましたけど、ここからは解決編です。じゃあどうすれば AI を単なるツールから最高のチームメイトに変えられるんでしょうか？その答えは、この黄金律に集約されます。今日見てきたすべての解決策って、結局のところ AI を道具として使うんじゃなくて、一人の仕事仲間としてリスペクトして対話するっていう、たった一つの考え方に行き着くんですよね。これがすべてを変えるきっかけになるんです。ここまで見てきたヒントを実践するだけで、皆さんと AI の関係は左側のちょっと気まずい混乱状態から右側みたいな明るくて協力的な関係へと絶対に変わるはずです。これって単なる理想論じゃなくて、今日から今からできる変化なんです。最後に皆さんにこの質問を投げかけて終わりにしたいと思います。AI というこれまでにないほどパワフルな思考のパートナーを手に入れた今、あなたは何を作り出しますか？その可能性は本当に無限大です。ぜひ今日から新しい対話を始めてみてください。